どうも、マサトです。どうも、メイです。はい。というわけで今日は、1年ぶりに台湾で再会した前職の元同僚のメイさんです。どうも、メイです。フリーメイさんことメイですね。はい、ちょっとじゃあ簡単に自己紹介してもらっていいですか？そうですね。僕はどっから住んだろうね、これね。まあなんかもともとメイさんは、多分ずっと前から僕の動画見てる人は知ってると思うんですけど、前職の台湾のカプセルっていう会社の、一緒に働いてたチームメンバーで、結構僕の台湾の温泉に行く Vlog とかによく出てもらってた感じなんですけど、まあ実は今回初めてこんな感じで対談動画を撮らせてもらうっていうことで、まあちょっと今日のテーマは台湾から日本に帰国したメンバーがその後どうしてるのか、みたいなテーマでちょっといろいろと話していけたらと思います。はい。という感じで、まあメイさん、簡単な自己紹介お願いします。今終わったよ。そうですね。はい、そうですね。なんかもう本当久しぶりに僕も YouTube こう、やる感じなんで、マジでもう何喋ってるか分かんないし、お酒飲んじゃったからね。ちょっとお酒ダメそう、飲んじゃったんで、まあちょっとあれなんですけど、台湾で1年半ぐらい働いて、まあその後どうなったかっていうところですが、まああれから多分僕2021年の12月に台湾を出て、まあ2022年の1月、ほぼね、1月から今まで、まあ日本に帰ったといったところ、まあ3年経たないぐらいは日本にその後いる感じなんですよね。そうだ、今回あれですよ、2年半ぶりぐらいの台湾。そうだね。あ、そうだね。2年半ぶり。台湾で言うとだからだいぶ久々2年半ぶりだ。そう。まあだから今日はあんまり、これまで Vlog には出てもらってたけど、あんまりじゃあメイさんってどういう人かみたいな話もしてなかったので、まあちょっと記念の対談動画みたいな感じで、ちょっと撮っていこうかなと思うんですけど、今回はなんかあれっすよ。なんかメイさんが今太極拳をやってる、習ってるんですよ。そう、習ってます。なんかそれの教室の人たちと一緒に台湾旅行みたいな。そうです。そう。まあ僕が今習ってる日本で習ってる、太極拳の教室があって、まあそこの、カンファとかいろいろやってるんですけど、そこの先生が台湾にこう住んでいて、で、まあそこでこう台湾の、まあ台湾人なんですけど、台湾の先生に会いに行くといったところで、まあ今回日本の生徒さん20、何人かな、まあ20人強弱、22、3人でこう、ね、団体でね、訪問してっていう感じですね。で、たまたままあ夜時間があった。そう、最終日、ね、ラストナイト。まあちょっと時間作ってもらったっていう感じなんですけど、そもそも、そう、メイさんは2020年の2月に僕台湾来てるんですけど、その時の、まあなんかいろいろ台湾、ここに住めばいいですよ、みたいな、なんかいろいろ教えてくれてた先輩みたいな感じなんですけど、まあ僕が入った時には別のチームで働いてて、僕が入った瞬間とかに多分、同じチームに移動してきたんですよね、確か。そう。もともと、そもそもなんで台湾に来ることになったんでしょう？その前なんか何してたんでしょう？もともとは、まあいろいろ紆余曲折ありながら、まあ日本で働いて、その後フィリピン、インドネシア、フィリピンでも働いて、まあインドネシアでこう自分でこう、まあ起業して、そろばん塾をこうやったんですよね。まあこう3年ぐらい経営とかして、で、その後にまあ事業的にこう、あんまりこう最後、うまくいかずにこう着地して、で、それでこう次何しようかっていう時にこう台湾に来たと。で、まあこう、まあインフルエンサーとかね、広告代理店という会社でこう、時計さんと一緒にこう働いて、で、まあそうですね。まあこうインフルエンサーとか、YouTube とか、まあ SNS とかそういうとこ興味持って、まあ台湾結構そういった仕事をやると。もともとだからブログとかもやってたんですか？そう、もともとブログね、フィリピン時代にね、やってて、結構、まあ全然それなりにね、でもまあね、アクセスがあって、アフィリエイト。そもそも、フィリピンで起業する前は何やってたんですか？まあインドネシアで、まあなんかいろいろブログにも書いてますけど、まあなんかスーパーで働いてましたね。日本食のスーパーでこう日本の商品をこう輸入してみたいな。で、そのまま日本で商社で働いてたんで、その、まあ経験とか知識じゃないけど、そういうのを生かしてこう転職して、まあインドネシアでこうやってたってこと。なるほどですね。そう。もともとなんかあれなんですか？海外欲というか。ありましたね。なんかちょっと緊張してるとね、YouTube とか慣れないんですよ、ちょっとね。いや。なんかすげえ、インタビューとかマジ超苦手ですから。普通に普
通に話す感じで大丈夫です。そうですね。はいそうですよね。対面でいいですか、対面でね。そうっすよねっていうのもあれですけど、そうですね。もうちょっと肩の力ね、ね。リラックスして、ね、なってますよね。そうそうそう。まあなんかもともとバックパッカーとかもしてた。そうそう、もともとこう、そう、海外、学生の頃にこう大学休んで、まあいろんなこう、アジアとか中東とかね、はいはい、それこそ、まあいろんなとこ、まあロシアとかも行きましたし、いろんなとこ行って、そうそう、まあ海外興味持って、英語を勉強したりとか、中国語やったりとか、そんな感じですね。で、まあたまたま同じタイミングで台湾入って、まあそれでまあ今みたいなその旅のバックグラウンドとか、まあなんかブログとかもやってたから、まあ自然と仲良くさせてもらってっていう感じですかね。だから元はあれです。同じチームメンバーの先輩みたいな感じですね。先輩やね。一応。一応ね。まあそっからでも、同じチームで働いてて、ただすぐにいなくなるんですよ。そうだね。なんなら僕とこう、ある程度僕がなんかいろいろ引き継いだタイミングですぐ、入れ替わるような。そうそうそう。新しい方来るからってね。そうそうメイさんが辞めてから急に全員いなくなった。いや、みんなで待ってたもん。なんで辞めたんでしたっけ？いやいや、まあ僕は、なんで辞めたんだろうなと思いながらちょっと今考えてるんですけど、なんだろうな。まあ結構仕事もすごい楽しくやらせてもらっててね。ただ大変でしたよね、結構。大変コロナのあれもあったし。そう。今までこうできてた仕事が急にこう、なんかね、できなくなってしまうんですよね。このコロナの影響で、イベントとかね。そういった中で、まあなかなかこう、メンバーもなかなかね、こう、働くのが難しくなってしまうみたいなところもあったりとかする中で、まあ自分もちょっとなんか、ちょっと一旦休むとか、ちょっとなんか違うことするとか、この時間をちょっとなんか別の方に使いたいなっていうところで自分でこう YouTube するのね、フリーメイさん TV やってみたりとかね。そう。だなんかまあいろいろあって不安定になって、まああの時って結構なんかそもそもの、まあどこの動画で話したかもしれないですけど、まあ単純に売り上げとかも不安定になって、で結構まあ精神的にもみんな大変でみたいなのがあって、でまあなんかメイさんもなんかねいろいろとね、こうタイミングがタイミングでっていうのもあって、まあちょっといろいろ不安定になって一回やめて、ただ辞めてから、あれですもんね、ちょっと一旦台湾でまだ頑張るみたいな。そうね。このタイミングからね、急に YouTube そう。時間が有り余っちゃったからね。3ヶ月で100本あげようって言って動画をね。で、本当にその勢いでやって実際にやったんですよね。いや、それはすごい。でもそれ上げてる最中ってマジでずっとテンション高かったから。いやだから寝れないよ。いやだからもう完全にあの時って躁鬱状態。躁鬱のずっとそうみたいなね。絶対順番違うやろ。先に宿探してから YouTube やればいいな。ただもう本人がめっちゃやる気やから。ただあれを毎日上げてたのマジですごい。俺もドン引きしてるもんね、今だにね。覚えてないもん、どうやって編集してたんだろうというね。だから今思えばあの時はもう不安定のただ暗黒期やね。だなんかもう金銭的な問題が解決しなかったから、そもそものだからそうね、安定した職もなくて、だってあの時僕今でも覚えてるんですけど、晩ご飯かき氷とかって覚えてます。ある安いし、そうっす。意外膨れるし、だからそのなんかメイさんが会社辞めてからの方がむしろなんかいろいろ YouTube 撮ったりとかしてましたね。そうだね。その方が仲良かったっていうか、そうだね。まあなんかその会社一緒に働いてる時も、まあ夜なんかご飯食べたりとかしたんですけど、まあ辞めてからもなんかまあ YouTube 撮ったりとかしたりとか、まあいろいろしたんですけど、でまあ結果その100本あげたけど、まあなんか思うようにはいかなくてみたいな。そうだね。100本あげたらなんか人生変わるかなと思ってあげたんですけど、300人ぐらいで止まっちゃってね。実際300人ってすごいんですけど。まあすごいですよ。本当にみんな一人一人が大ファンだしね。熱い熱量を持ったファンだし、ファンというかね、応援してくれてるみんなですしね。だから絶対そこはね、貴重な存在なんですけど、なかなかね、自分のこう思うこのゴールと目標とっていうなんかね、やっぱ周りがこうすごい人ばっかりいたけど、当時会社にもね、100万人とか200万人とかね。まあそういう会社だったからね。そう。ね。それで結局行かなくて、そこから一気にだからだいぶ不安定になったんです。だいぶ不安定になったね。そうだね。マジで、だからもうこの辺りから、ちょっと僕も心配し始めて、で今までこう、すごい、
そうだね。あ要はハイな状態で急に一気にガッてなって、なんかここから辺からもうなんか被害妄想みたいな感じで。なんかグラフ書きますね。大体怖いとこでも本当に急にこんなんですよ。そうね。そうね。そう、だからその時日本帰るか帰らないかみたいな。あったね。で、時々やって、で、まあなんか話すんですけども、ちょっとあれですね、もうその時もうなんか不安定状態から、情緒が激しい。やばいやつだ。まあまああるから、誰しもがね。そうそう。いや、でもその時に、人ってこんな不安定になるんやと思ったんですけど、まあまあでも僕も結果そういう感じでやめてるんで、まあ不安定にはなりますまだ。で、まあなんかその時に、とりあえずだからもうお金とかも全部不安定やから、で、働き口がもしちょっとなさそうであれば、もうなんかちょっと一旦戻ってこればみたいな。まあなんか、辞めた時もその突発的にガッて辞めたから、戻ってこれるかわかんないけど、なんか一回普通にちゃんと頼んで、もう一回やってみたらみたいな、まあなんか話をしたんですよね。ありがたいですね。で、それでまあなんかまた集まって、で、結果まあ、インターンみたいな形で。そうだね。戻って一緒に働いて、で、そこからどれぐらい働いたんでした？確かね、9月ぐらいもらった気がするんだよね。多分9月とか8月とか。2021年。だね。1。で、多分12月ぐらい。3、4ヶ月ぐらい。3、4ヶ月ぐらい。そう。で、まあ、その時はインターンっていう状態で戻ったから、まあ、なんかアルバイトみたいな感じ。そう、アルバイトみたいな感じ。でも、そう。結局、だからその時も、最初はね、なんかこうちゃんと働けてたけど、やっぱなんか会社もその状況は状況でいろいろ変わったりとか、まあ僕らもやっぱベンチャーでずっと働いてたんで、なんか別にメイさんに限らずいろんな人がいろんな、ね、配置転換とかあったりとか、で状況もベンチャーやからこんな状態で変わるし、だなんかその時もなんかタイミングでいろいろちょっと不安定で、で結果やっぱり、まあ、最終的になんかまあいろいろ話して、ちょっと日本帰った方がいいかもなみたいな感じになって、でまあ決断したんですよね。そうだね。まあやっぱいろいろね考えちゃうね。まあすごく働かせてもらってまず感謝だし、まあそのビザもねやっぱ働く以上はもらえて、で滞在できるけども、まあなかなか今後見据えた時にね、まあ仕事も楽しいしやりがいもあるし、でもまあなんか見えないなみたいな次の一手がね、っていうのを一回こう日本に帰ろうと。だからなんかあの時その、まあメイさんの幸せとみたいな感じした時にやっぱなんか真っ先に上がってきたのがやっぱサーフィンできてみたいな。そうだね、言ってたね。なんかそういう生活したいんだよねってなった時に、これはちょっとメイさんはもう海外で頑張るより日本で帰ってきて立て直した方がいいだろうなみたいな風に思って、いやもう日本帰ってもう一回頑張りましょうみたいなまあ感じで、まあ台湾を去ることになる。12月なんで確かね。寂しかったですけどそうね。やっぱねこれ海外いる身からするとやっぱ、いろんな人が日本帰ってくるとなかなかやっぱね寂しいものがあるんですよ。寂しいよね。まあ、孤独に頑張らないとですけどね。だから2021年の年末に帰ってって感じですよね。そうね、21の年末そうね。でまあそんな感じで辞めてからどうしてたんですか？日本帰って。そう、辞めてからあんま多分話してないと思うんだけど、あの後は日本に帰ってからは就職はその後はまあ結論から言うと3月から就職はしてるんですけど、転職はしてるんですけど、2ヶ月間はねずーっとホテル暮らしでクレジットカードでまあ当時コロナのなんかホテルが全部誰も泊まんないから安いみたいな。で渋谷新宿とかのアパホテルとか全部3000なんですよね。とかいろいろキャンペーンなかったかな。ただ普通にディスカウントしてて、温泉付きのホテルが3000とかだったんで、まあ、10万あればこうホテル暮らしできるというところで、就活しながらホテル暮らしをしてて、で家も、まあ、実家も帰ろうと思ったんですけど、まあ、その海外から帰ってきてるからなかなかこうコロナもあってですね、ちょっとなんか申し訳ないなと思いながら、まあ、ちょっと一人でこうホテル転々とプレーからね生活してっていう感じでやって、でまあなんだかんだ決まって、でまあその職業っていうのは今は別の仕事をしてるんですけど、まあまあ、インフルエンサー系の仕事をまあ、広告の仕事を経験も活かせるし、あとその前の経験、教育、まあ、そろばん塾のこう経営とか運営もしたんで、まあ、そういったその教育系の会社に採用いただいて、で働いてと。でそこでは結構もう最初からなんかそんなにポジションもらって、っていう感じだったんですよね。
やっぱそこで結果何年やったんだろうな。2年、3年やったの ?3 年でおかしいか。ちょっと待って。2年 ?1 年半、2年いかないぐらい。いや、ちょっとジャスト2年1ヶ月だ。2年1ヶ月。そこでやって、まあその中でその事業を、回す、まあその事業を見る、ポジションだったので、事業全体を。で、そうなってくると数字を見るとか、会計の知識がすごい求められて、でそれがなんか自分で、もともとフィリピンで仕事やってた時も自分で経営してたので、なんかその財務諸表とか、なんか、その計算書とか作ったりとか、見たりとかっていうところをやりながらも、なんかいまいち理解できないところがいっぱいあったんで、まあそれをちょっとちゃんとこれ勉強したいなってところで、こう簿記を勉強してたんですね。その教育系の会社で働きながら、そういう仕事をしながら簿記の勉強、まあ2級ぐらいですけど、取って、であとはその、まあ IT 系の仕事もね、そう、まあ台湾でやってたので、まあそこと掛け合わせる、こうなんか、IT と、まあ会計みたいなところで、今の会社に移ったみたいな。2年1ヶ月働いた。まあ、だから今は東京の IT 系の。そうですね。ソフトウェアベンダーみたいですね。で、そこは今ちょうど1年経った。1年3ヶ月ぐらい。ですね。あと、前回というか、前僕が日本に帰国した時の Vlog でも撮りましたけど、茅ヶ崎に住んでて、毎日サーフィンもできて。そう。日本帰ってサーフィンがしたいっていうのは、まあ、そこは絶対そう言ったからにはそこはベース作りたいなと思って、で、その、まあ、日本帰って1社目も横浜、まあ、どこでこうサーフィンができて、しかも、なんだろうな、働ける、どこだろうなって考えたときに、まあ、横浜とか、まあ、それから千葉の方もある程度、ちょっと都内まで遠いなとか、まあ、それこそ宮崎も考えてるんですよ。実は酒蔵さんとかね、就職面接実は受けてきて、なんかそんな話あった。そう、あったよね。そう、酒蔵、そう、鹿児島の酒蔵さんとか、宮崎の酒蔵さんとか、めっちゃリスト作って日本酒の営業メスターからね、リスト作って電話して、とかやって、鹿児島の酒蔵さんとかも現地行ってるんですよね。で酒蔵さんとか見せてもらって、そう。でも、まあ、そのある中で、まあ、今のその教育系っていうところもやっぱり、どっちが自分のスキル活かせるなっていう時にやっぱり教育の方かなっていうところで、最初はそっち行ったんですけど、昔からずっとやってましたもん、そう教えたりとか。そう。で、まあ、そんな中でこう、なんかね、宮崎は宮崎、就職先が酒蔵しかない。海があるけども、他に産業がないみたいな。じゃあやっぱり横浜とかだったら、ね、通いやすいし、サーフィン、湘南でできるしみたいなところで、まあ、茅ヶ崎に移り住んだ。で、そこの住んでる場所は、まあ、職は変えても変わらない。今はね。1回ね、2回ぐらい来てる。そう。まあ、いいところですね。だって、海、チャリンコで10分。10分、まあ、その中で3分ぐらい。歩いたら10分ね。そう。まっすぐだし。で、すぐサーフィンできてみたいな。だからちゃんとなんかその、自分のライフスタイル的にもそうだし、仕事的にもそうだし、一気にこう安定して。そう。だから、僕日本帰国してしょっぱなメイさんに会った時に、なんか、健やかな感じになって、とりあえず安心しました。いや、でも本当ね、健康大事。コロナ安定っていうか、やっぱりそうね。大事。そうなんですよ。実際あれですよ。だから台湾の時よりだいぶ日本帰ってからも良くなったって感じですね。そうね。またこう、ちゃんとこう安定的に。よく今言われますよね。なんかその、僕、安定してるとこう、周りからめっちゃ言われるんですよ。なんか会ったことない人でもなんかすごくなんか絶対お金持ちだよねとか、なんか安定してる感じがする。危なっかしい時より。そうなんか余裕があるとずっと言われる。確かに顔つき変わりましたもん。そう、何任せても大丈夫じゃないけどもなんかこうとりあえず何とかしてくれそうみたいな、そういう雰囲気がこうあるっていうのはやっぱ生活の安定がね。そうです。みたいな。台湾行った時マジでやばかったんですよ。やばかってる。まあ精神的にもそうだし、身体的にもなんかね、いろいろまあ崩してたりとか、そう病気しがちみたいな。そうだからやっぱ不安定になるんだなと思って、やっぱりなんかまあ僕が台湾にいることを引き止めたみたいなところもちょっとあったから、いやもうこれはちょっと日本にもう戻ってもらおうみたいな。もう帰っていいですかみたいな。帰りましょうっつって。もう決めたことなので帰りましょうっつって。結構ボロボロだったもんね、体がね。本当に限界だったもん。いやだから一番の原因ってお金なんじゃないですか。いやお金ですよ。やっぱり最低限やっぱないと余裕がない。誰かを助ける力もなくなっちゃうし。ないし、あの時にちょうどいろいろ話したかもしれないですけど、
お金がないことによって自分の自尊心が下がるみたいなのが。そうですね。なんかただお金ないだけだったら別にいいんですけど、そのお金がないことによる精神面のダメージみたいなの多分でかいんですよね。年の割にお金ないねって結構嫌だし、嫌だとかね。そう、なんか嫌だし。まだ最低限もらってて生活できてたらいいですけど、そういうのじゃなかったっす。そう、なんかを切り崩してみたいな。そう。なんならもう切り崩してない状態からさらにみたいな。そうですね。だってもうね、そうだよね。もうお金がない人生は嫌だなと思って、今はそこはもうクリアしてるかなと思ってますけど、それがあってね、健やかにできると思うんで、皆さんお金は大切です。もうあれからだいぶ経ちましたもんね。いやー、なんか YouTube の投稿をね、自分の見ると4年前とか。そう。なんかあの時ってまだ YouTube もブログとかも SNS とかも全部やってて、でもなんかそれもまたなんかあんま良くなかったです。まあ YouTube とかブログは良かったけど、ちょっとおかしくさせてましたもん。そうね。すぐ稼げるみたいな。そうだね。稼ぐぞみたいな。稼ぐぞみたいなね。収益化見てみたいな。そう。だからなんか僕はチクチク、いや今のこの安定してる状態でやればいいじゃんみたいなこと言うんですけど、それだとやらないです。追い詰められないからね、人間。だから自分をそうね、追い詰められない状態でもフルの状態できればね、人間もう怖いもんなしですよ。確かに。風間のバカ力をすでに出せる力がある。だからもう SNS も今全部やってない。一切やってない。もう Facebook なんかもやっぱり、アカウントは消してないんですけどね、やっぱり本当に半年に1回とかね、つくかつかないかで。いや、だし一番なんか今、健康な感じがする。もう LINE だけで大丈夫ですよね。確かに。LINE だけで。本当にね、連絡とかするとしてくるし、LINE とか。そう。なるほどな。じゃあまあ結論、台湾から帰って今だいぶいい感じと。今だいぶいい感じですね。逆にもうあれです。海外欲とか旅欲みたいなのは。そうですね。いやまあ休みがこうガッと取れたらね、1ヶ月とかこう南米行ったりとか、中東アフリカ行ったりとかねしたいですけど、なんかまあ週末で今アジアを来れるし、台湾とかね、韓国とか。結構それで言うと日本に戻ってから旅行とかはしてるんですか？めっちゃ3ヶ月に1回2ヶ月に1回は国内旅行半分海外半分。そうね。この1年で言うと3回してます。じゃあそれで言うと普通の人より全然行ってますね。全然行ってる。それってまあなんか3日とか3日とかだね、3日。じゃ短いスパンで。そう。日本国内も結構温泉旅行ね、東北の方行ったりとか、長野の方行ったりとか、ちょっと今度またどこだ、松山のね、四国の方行ってみようとかね、いろんなちょっと。それは全部一人でですか？まあそこはね。そこはあれなんで。そこはね。ダメなんで。そこはまあ大切な人とね。大切な人。そう。行くってことですね。なんかその精神的拠り所もね、ちゃんとこう。そうですね。自分だけじゃないところこう。そう。そこは本当に。孤独じゃなくなった。孤独じゃなくなった。孤独死しない。いや、台北の頃本当孤独死すると思いました。それで言うとなんかやっぱ海外生活何が辛かったんですか？いや、辛いっていうか、楽しいことの方がもちろん多いんですけど、なんですかね。ずっと観光は観光で飽きるというか、いろんな、常に台北住んでても、新しい、次はこの駅歩いてみようとか、常にいろんな駅歩くんですけど、なんか、ね、YouTube やってるうちは目的があるから、YouTube 撮る、ブログでネタにするとか、でそれがなくなっちゃうと、ただのなんかもうね、うろうろしてる人の感じじゃないですか。仕事もしてなかった。そう、してないしね。で、あの時、仕事を辞めて YouTube とか止まった時はマジ死ぬかと思いました。だから、海外いるとなんでいるんやろ。そう。自分の存在意義が、俺何のためにこれいるんだろうみたいな。何のために生まれてきたんだろうみたいな。一番辛い状態。そう、一番辛い状態。そうなったらね、で、そこででも、またインターンという形でね、こう拾ってもらって、また居場所ができて、最初すごい、戻って、めっちゃ動いてました。最初めっちゃ楽しそう。そう、めっちゃなんか、前よりもいいじゃんみたいなね、言われたりとかもしてないような感じですけど。居場所大事。居場所は大事。居場所大事。いや、マジで海外生活あるある存在意義問われるっていう。そう、なんでいるんだろうって。ね。日本いたら考えないですからね、別に。考えな。そう、海外移住は簡単だけども、やっぱ目的を失っちゃうと全てが崩されちゃうというかね。なんか、これは言いたいんですけど、なんかまた趣旨ずれるかもしれないですけど、海外就職とか海外
でなんかするっていう時にやっぱりゴールみたいなね、目的が自分最後どうなっていたいかっていうのをこう試行錯誤していくべきなので、この目的をこう見失う、作ってから出る。そうですね。多分なんか海外に移住してなんかまだ今も健康的に健やかにやれてる人って、最初そのなんか目的なくても途中でこちら側で出会った人と結婚して、何かしらのその存在意義っていうかなんか目的というか、そういうのが生まれたりとかするパターンが多いけど、なんかその会社にも属さずどこにも属さずってなった時に、急にふと襲ってくる孤独感みたいな。怖いね。確かに。どうしよう。そうでも海外出ること自体は絶対無駄じゃないし、なんかいろんな今仕事できてるのもやっぱり台湾いましたとかフィリピンいました、インドネシアいましたみたいな、もうみんなすげえ何みたいな。確かに。そう経歴面白いです。めちゃくちゃ面白い。何みたいな。誰でも対応できるじゃんみたいな。そのね、いろんなグローバルにね。今結構グローバル系の仕事はさせてもらってて、なんか本当インドネシアのお客さんとかもインドネシアいたし、会話できないことないし、で中華圏のお客さんもそんな上手くないですけど、でもなんかコミュニケーションが取れてたもんね、点数上がるじゃないですか。英語も話せるし、でその中国語とかも、そんなめっちゃ完璧じゃないけど、別になんとなくのニュアンスとか分かってるりするから、それだいぶでかいです。そう。だから本当コミュニケーション面では本当にいいことばっかだし、世界広がるしね、別にどこでも住めるっちゃ住めるし。いやそうですよね。だから昔と比べて今はなんか別にそんなどこにこう住んでようが、そんなあんまもう関係ないというか、割とこう昔よりはいろいろ移動しやすいし、あとはもうみんなもう仕事もパンパンマジで本当この数年なんかみんな仕事辞めてません？なんか3年ぐらいでね。そうだからいろんな仕事した方がしていろんなそれをクリアしかもできたらね面白いし、客観的に見てね。そうだから評価ももしかしたらされないこともあるだろうし、挑戦する価値ありますね。なんかあれです。今後どうしていきたいとかあるんですか？でも今もう年齢的には、そう37だって。37すごい。そうあんま見えないですけどね。そうですね。なんかこの年になって見えるか。見えないってことを言いたかったんですけど。でもサーフィンとかしてるから人よりは健康だと思います。全然健康だと思いますね。で大学生みたいって言われますよ最近。いや本当に。それはちょっとそうでもなんかやりたいこと、目標は大切な人とこうね、海辺の街でこう家を建てたいなみたいな。そういうのはある？全然ある。でなんか朝やっぱ起きるのがサーファーの割に結構苦手なんで、ちょっとなんかねワンちゃんとかがね飼って一緒に暮らして朝こうなんか起こされて散歩に連れてかれるみたいな、そういう。それも速攻実現できる。速攻できる。なんならもう今海の近くに住んでるし。速攻できるね。そう。あなたもやるだけなんですよね。Just do it の世界ですね。だからなんか、なんていうか仕事的な成長っていうよりかは今そういう、なんていうんですか。そうね。ライフスタイルの実現みたいな。だから今のある程度もうなんか今で叶ってる感じの。でもう少しちょいプラスできるんであればそういう感じしたいなっていう。そうあと仕事が仕事で今結構なんか充実してるんですよね。会計ずっと勉強してて。いいっすよね。そうやっぱ前のそのずっと会計の勉強をここ数年していて、大丈夫ね。でなんだろう、ずっと求めるあんまりこう勉強してますっていうことをあんまり求められない環境だったのが前の職場で、今の職場はその勉強してることがすぐ生きる。であとは今アメリカの勉強してるってあんまできてないんですけど、アメリカの公認会計士みたいなね USCPA っていうやつとのもやってるんで、そこもすごく今の仕事が活かせるので、そういうなんかアカデミックの仕事ガーってやるの得意ですよね。そうなのかもしれない。なんか超得意だと思う。クリエイティブ的な感じじゃないかもしれない実は。クリエイティブ系っていうより多分なんかそういう決められたそれこそだから英語とかはそうですけど、なんかそういう資格とかもそうだし、そういうなんかアカデミックな形式の勉強をガッてやるのめっちゃ得意です。そうだね。トイックとかすげえ頑張ってる謎に。多分そういうのめっちゃ向いてるんだろうな。だから多分なんか今のその働いてる職場がその自分のその強みとか特徴とも合致するから。だってトイック受けてくださいって言われて、今までは自分で受けてたから金払ってね。そのためにもお金くれるし、すごい。そう最高。
やっぱその職場で苦しくなる人間関係とか、うんまあお金とかもあるかもしれないですけど、うんなんか単純にその激務っていうよりかは、うん人間関係みたいなところもでかいじゃないですか。それで言うとそういうところもなんかすごいいい感じ。あ、そうですね。人間関係で言ったら今最高っていうか、まあ、上司の方も、まあ結構、いい、おお暗くなっちゃった。おっと。そう。あ、言っちゃいますかね。言っちゃいましょう。言っちゃいましょう。ね。そうだ、上司の人も意外とみんな年齢層近いんで、3、40って感じ、20代もいれば。台湾時代とあんま変わらない環境、若い環境。半分はやっぱり、まあ多国籍なんでね。日中韓、プラスアルファみたいな。っていうところがあって。であとはもうみんな英語バリバリとかね。そうです。環境的には最高。人間的にもみんないいですね。ちょっと話が入ってくる。話が、そう、俺もね、まあまあ、クレームにこう全部気を取られてね。そう。もうトータル今幸せってことですね。そうですね。そうと、もうお時間が。お時間話したいね。なんか他話すことあります？いや、特にないですけどね。まあ、皆さん、頑張りましょう。僕も頑張りますみたいな。生きてますからね。フリーメイさん TV。復活します。いや、絶対ちょっと、このチャンネル嘘つかないでやってください。ちょっと今後だからそういう活動する予定あるんですか？今後ね、今後どっかでやりたいけど、今はまだちょっとその時ではない。その会計の勉強もやんないとだし、英語もね、ブラッシュアップしないとダメだし、っていう感じで、もう今の仕事はもう少しこう、2ステップぐらい落ち着いたらやりたいなっていう。ね、それこそちゃんと会計系とかわかんないけどね。そう。英語で会計系やるとかわかんないですけど、なんかそんなこう分野で、今度はトピック絞ってね、やりたいなってのはいつかあります、やっぱり。やっぱ教えたいっていうのはやっぱ欲があったりする。知って、見て、教えたい。まだだいぶ先の話になると思うので、それまではこの YouTube、僕の YouTube で追っていきたいと思います。次のオリンピックぐらいだね。ちょっと今回だいぶ突然突発的に撮ることになったんで、あんまりちゃんと考えてなかったんですけど、ちょっと今日数時間メイさんと会えるっていうことで対談動画を撮らせてもらいました。そんな感じでまた引き続きこの YouTube でメイさんに出てもらいたいと思ってるので、引き続き皆さんよろしくお願いします。最後メイさん一言お願いします。はい、台北は、すごく暗いんですが今本当にいいところなんで、皆さん台湾ねぜひ訪問してください。いいですかね。閉まんないね。ごめんなさい。またちょっと次回の YouTube で登録はこちらで。はい、というわけで本日の動画はここまでになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんまた明日じゃないね。また次の動画でお会いしましょう。それではまた。See you! やるんだ。やれてない。ありがとうございます。ありがとうございます。そっか、ここ時間制限あったんだ。11時ですね。